日本語の種。こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。最近オペラ座の怪人の映画版ですが見ました。オペラ座の怪人は一度ニューヨークでミュージカルを見たことがあるんですが、それからずっとファンです。大きなシャンデリアがドーンと落ちてきたり、船で湖を渡るシーンではたくさんのキャンドルがせり上がってきたり、舞台美術も本当に素晴らしいですね。もちろん音楽も美しいですし、俳優さんたちの歌、踊り、本当にどれをとっても素敵で素晴らしいです。パリのオペラ座が舞台ということもあって、華やかな衣装なども見どころですよね。美しい幻想的な世界に浸れる傑作だなと思っています。という私ですが、実はミュージカルが苦手でしたね。今もあまり見ません。演劇を見るのは好きです。映画も好きです。が、セリフが歌というのが私はちょっと苦手なんです。あまり歌だとあまり聞き取れなくて何を言ってるのかわからないなと思っているうちに眠くなってきてしまいます。ミュージカルはストーリーがだいたいシンプルなものが多いですから、話はもう最初からだいたいこうなるんじゃないかなと分かってますよね。この2人とこの2人がきっと恋愛でうまくいくんだなとか、別れちゃうんだなとか分かるじゃないですか。で、こういったシンプルなストーリーの中で主人公やその相手の人たちの心情ですね。心を歌ったり踊ったりで表現するのがミュージカルで、それが素晴らしいんですけれども、私にとってセリフが歌だと本当に眠くなります。有名なキャッツでほぼ全編寝ていたことがあります。最後の大きな拍手でハッと目が覚めたんですが、それ以来、ミュージカルはお金の無駄だなと思って言っていませんでした。で、その考えを変えてくれたのがオペラ座の怪人です。ストーリーもちょっと不気味な暗い雰囲気がありますよね。主人公のファントムはもちろん影があって、ちょっと怖い感じなんですが、怖いけれども、気味が悪いけれども魅力的。そういう感じで引き込まれてしまうんですよね。素敵な人だななんて思ってしまったりするんです。これはちょっと不思議な現象だなと思うんですけれども、怖いけれども、気味が悪いけれども魅力的。これは日本の最近のアニメもそういう傾向があるんじゃないかななんて思うんですよね。アニメファンの皆さんどう思いますか？進撃の巨人なんかは人間が食べられちゃいますよね。不気味、気持ち悪いです。約束のネバーランドも人間の、しかも子供が食べられちゃいます。最近のところでは鬼滅の刃、鬼が人を食べてしまいます。これもう血みどろでなんか気持ちが悪いですよね。不気味で怖い話が多いんですが、なぜかストーリーは面白くて引き込まれてしまう世界観があるんですね。不気味で気持ちの悪い話を綺麗な絵で描いているっていうのも日本のアニメの特徴ですよね。この不気味さを美しく表現するオペラ座の怪人もそういうところはありますよね。何かそういう共通点をちょっと発見してしまいました。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人はまことプラスメンバーになってください。www.makotoplus.com を見てください。それではまた。日本語の種でした。